会議は、株式会社アビックシステムが開発する VR ゴルフレンズの機能を検討する会議でございます。私、伊藤とですね、オチでですね、VR ゴルフレンズの機能、どういうものを追加したらいいかっていうのを話していく。で、それを聞いた上でですね、皆さんの要望があればそれを受け入れるというものですね。じゃあよろしくお願いします、オチさん。お願いします。単純に風船終わって遊べるみたいなやつなんですけど、意外とちゃんと飛んでくんなくてですね、なかなか取れない。あ、これも届かない。意外と遠いんですよ。あれ何ヤードぐらい先にある？打った感じでいくと、130、40ヤードぐらい先に今の10点のところがありますね。これは多分180から200ぐらい。だから30点とか取るにはですね、250ぐらい飛ばさないといけないんですけど、果たして可能かっていうのはちょっとまだテストが追いついてないんで。250であの高さをいじっても、280ぐらい出てないといかないんじゃないですか。はい。多分、これ、この30の1とか下げたりそうだね。します。は100い。ヤード近辺だと思いますよ。普通の人の。そうっすよね。100ヤード、150ヤード近辺が確かはい。一番上昇してる高さだと。もうちょっと近づけていかないと無理かなとそうっすね。思ってございます。まあ、それでですね、でゲームモードってもう一個あるんですよ。はい。それがです。これはアイアンになる。アイアンで、今度はこのビルに向かって打つと。で、このビルに当たると、ビルが、まあ、ぶっ壊れるみたいな、こういう、ああ、面白いじゃないですか。まあ、これを後々リリースしようと思います。うん。はい。まあ、ゲームは一旦こんなもんかなと思ってて、うん。あとですね、今ちょっとちょくちょくこのクラブが地面に埋まってると思うんですけど、はい。そこをバイブレで通知する機能も今追加してますんで、これ埋まるともうブーってちょっと震えるみたいなうんうん感じにはしてます。まあ、それぐらいしかできないかなと思ってですね、このクラブが埋まるのを避けることはできないですよ。それ、地面に設置したら、ソはい。ールしたら、ブはい。ブってなって、それはい。より下に行ったら、はい。ブブブブブみたいに上あ、がるみたそう、いな仕組みって感じですかね。そうなってます、そうなってます。はい。その埋まってるうちはずっとこうブブブブってなるような感じ。ソールしたら、ソールだけだったらなんないですけど、埋まったら、一部でも埋まったらみたいな感じですかね。ソールのタイミングは欲しいかもしれないですね。あ、ソールのタイミングでも欲しい。それはもうだって、微調整なんで全然できますけどね。当たり今、判定をでかくするだけ。うん、やっぱアイアンをソールして、まあこれティーアップしてるんであれですけど、はい。ソールしてるところの構えが多分重要。ああ、なるほど。そうですね。してるみたいな、ビデオゲームやってるよみたいな方が強くなってしまう気がするなと思って、せっはい。かくなの。で、で、うん。まあゲームそこはモードに、重要かなと思いますよ。はいはいはい。ちょっとソールにつけるところ、その辺はですね、ちょっといろんな人に触ってもらって、うん。まあ実際動かしてみていろいろな調整したいなと思ってるんですよね。なんで今ちょっとこのコロナ禍で全然できてなくて、今見てもらったのはレンジモードとゲームモードですけど、レッスンモード今追加中ですと。はい。で、まあその第一弾としては、見えます？見えます。すごい開いてますね。開いてる。あ、フェイス。はいはい。このクラブじゃなくて、この、あ、そっち。なんか青い丸を見てほしいんですけど、あ、はい。これを通っていくみたいな。まあこれ極端ですけど、これインサイドアウトの軌道をレッスンするために、これちゃんと通ってるかみたいなやつを今、機能として追加しました。このボールの位置はもっとあれですけどね、もっと浅いですけど。うん、うん、うん。はい。でまずこれが一つ、第一弾でやってて、これでいくと、やっぱこのスイングプレーンしかわかんないわけですからね。これはもうどうしても物理的に無理なんで、うん、情報ないもんね。はい。手の情報とカメラというか頭の情報
そうですね。それしか、まあ、あとトラッカーってやつをつけて、その体のポイントを測るっていうのもあるんですけど、まあ、それも多分ちょっと、今のところ難しいんで、このその、スイング、その時にフェイはい。スどう入っていったかって近寄れたりできるもんなんあ、ですか？それは全然、さっきの写真みたいに近寄るのはできますね。はいはいはい。今の入射角じゃないか、まあ、フェイスターンがどうな、フェイスがどうどうだったかですよね。アここのタックしてる部分をかって。拡大して、この辺とかに移せたらいいかもしれないですあ、ね。そうそうそう。今そんなんあのはりますよね。こう入りましたよ、みたいなのは、容易だったら画うんうん。面も広々としてるので、あっていいのかな、みたいなそうですね。気この、はし、まあ、ちょっと話を戻すと、この辺の、まあ、レッスンというか、これうん、を見てる人たちに、いや、こういうのがあったら欲しいとかですね。まあ、できればこのフォローを長く取りたい場合に、なんかこのボールの前の方にもっとターゲットがあって、それに当てるみたいなイメージ持たせるとか、あとはもうさっき言ってたのはこの辺ですね。この辺になんかポールみたいなやつを立てて、それのどっち側を通すかみたいなやつにするか、もしくはこの辺になんかでっかいボールみたいなやつを置いて、それを避けてこう打つとか。なんかそういったものができれば、まあちょっとこの空間の中に物を置くのは簡単にできて、それに当てたとか当てないとかってことは容易にできるんで、例えばこの頭の位置とかですね、この辺に線引いて、ここから右に行っちゃったらもうアウトにするとか、そういうのは可能ですね。この上下とかを見たりとか。手首がはい。インパクト時に、うん。どういう、こうなら、こう行きたいんですよ。極端に言うと。まっすぐ。ああ、はい。小屈っそれを、てやつですか。はい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 。こうなっちゃう人。はい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 まあ、はい。テイクバックでもこっちになっちはいゃう人。はい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 。こっちに、まあ、バック。右利き前提で話を、こう乗せたい。はい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 。で、こう、消えちゃうな、自分。こういうあ、ふう OK に。ですよ。はい。このクラブがあと、今ちょっと縦になってますけど、もっと寝かせたいってことですよね、イメージ的には。まあ、寝かせる、結果、立っててもいいんですよ。体はい。の状態があるとああ、思っなるほど。て。体のこの状態による。手首がテイクバック時とか、はい。こっちに行くっていう行為は基本、はい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 。ないはずなんですよ。ガーって言っそうですね。て。で、最後に、はい。来た後、右はい。手が左手、右手がこう変えるときに、やっうんうん。とこう、これを見たらちょっとこうなるうんって。うんうん。与えるときまではこう入って、まあ、極端に言うとこのままいけたらいろいろ試してみて、情報をいくつかいろんなパターンやってみて、あ、わうん。かるわ、情報取れるわっていうのを試して、はい。これで位置調整するんですけど、なるほど。これはこの左右の位置調整がないから、これも追加してくれっていう依頼した時の、本当はこれをこうカチャッとつけるアタッチメントが欲しいっていう感じ。まあ、コントローラーについては今、どうするかっていうのは、社内の会議ですけど、そこで検討します。まあ、ただ、初心者の人にはこれっていうよりは、まあ、試しにちょっとボール打ってみて、あ、こんな感じかっていう雰囲気が分かればいいかなと思ってます。はい。とりあえず。これ、球当たったとき、なはい。んか、打感とか出るんですか？ブルッと。ブルッとは、バイブレはしますね。やっぱ体の情報がないのは制限されちゃいますね、レッスンというか、効果的な。そうですね。例えばですね、これ、スマホで外からスイングの情報を取って、合成することはできるんですけど、それはあくまで合成しただけで、そこで体がこうなってるからこうとかっていう判定はできないんですよ。アプリ的に。うん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 。なんで、もし出たとしても、その合成されたスイングを、例えば、レッスンプロとかに送って見てもらうとか、まあそういう感じになるんですよね。そうなったらもうなんか別のサービスでいいのかなっていう気はしてますけど。レッスンと手軽さをちょっと分けて考えた方がいいかもしれないですね。で、今のところちょっとこれ無料で公開はしてるんで、まあその間になんかいろいろ意見をもらって反映できて、あとはコースデータの取り込みなんかを考えて有料化したいなって感じはあるんですよね。なるほど。はい。なこれんで、アプローチとかはブリッジはなんかまだ全クラブ、然作ってないですね。あ、
アプローチは難しいか。一番難しいね。ちょっと後回し。まあ、その厳密的にやるのはできないんですけど、例えばターゲットこの辺、手前に作って、そこに、まあ、今の状態でボールを打ってみるっていうのはできると思います。これ、例えばレッスン動画とかを見て、はいはい。見ながらやる、なんて言うんでしょう。はい右上とか左上とか、はいはい目の前にか、動はい画流してはいやってみてください。で、やったら自分こんなスイングだった。はいなんか動画のと違うな。っていうはい。のを繰り返すのが一番手っ取り早そうな気はしますよね。いいですね。俺も最初自分もそれ考えてて、この辺に YouTube の画面をなんか API とかで組み込めたら出したいなとは思ってるんですよ。軌道っていうのはどうしても見えないんで、見えない見えない。で、自その、分どう振ってどうなってたかなっていうのは多分見たいんですよね。俺もうん、見たいんで、今まさにこういう画面で振った後に、今のこのボール前後の軌道が出せればうん、いいですね。これはちょっとどうやって実現するかは考えますけど、はい。いいですね。やっぱこれは、はい。自主練に近い自分の動きがどうなってるかっていうのを確認するっていうのは、はい、夜中でも朝でもいつでもできるっていう手軽さはいいのかもしれないですね。YouTube 内とかで、こういうドリルをやりなさいとかってあるじゃないですか。家の中でもできるドリルとか。うんそういったもののなんかサポートみたいなうん、あ、ものがそうそうそう、そういう、できるぐらいの機能というか、作れればなと思ってますね。終はい、了しということます。どうもありがとうございました。あで、お疲れ様です。失礼りがとうございまします。す。